こんにちは、みょんみょんです。ただいま京都市内を散歩中です。なぜここを歩いているのかというのはまたの動画でお伝えします。今回の動画は高級ホテルに行ってきましたよい。それではどうぞ。みょんみょんチャンネル。いや実はここに行く予定は全くなかったんですけど、お散歩していたらいつの間にかついてしまいました。それがこちら、ウエスティン都ホテル京都です。ここがウエスティン京都って分かった途端テンションが上がりまして、この日が少し暑かったこともありバテてしまったので、一緒に来ていた主人と休憩することにしました。やったー、嬉しい。信号を渡ります。この時点でかなりウキウキしています。お出かけしたのが5月のゴールデンウィークで、お天気はすごく良かったんですが、気温が夏日に近かったですね。おっと、看板発見。看板を取ろうと思ったら掲示板を見つけたので、先にそちらへ行きます。見た瞬間目についたのが柑橘のアフタヌーンティー。でも予約を取ってないから食べれないわねと思いながら、この時は見ていました。さあ行くぞと、その前に先ほど取ろうと思った看板へ行きます。1890年4月に吉水園として創業して以来130年以上にわたり、各国皇室や大統領をはじめとする国賓 VIP をお迎えしてきたそうです。こんな素晴らしいホテルでお茶すると思うととても贅沢ですね。ではホテルの中に入ります。レッツだゴー。今回お茶をしに行きましたお店がこちら、ホテルの2階にありますティーラウンジメイフェアです。こちらは席に置いてあったメニューの表紙の写真です。席に着いてから撮りました。いろんなメニューがありましたが、私が気になるのはやはりこれ、柑橘のアフタヌーンティー6500円。高っ。でもせっかく来たし食べてみたい。3時も過ぎていたし、ダメ元で店員さんに聞いてみました。そしたらなんと、まだ在庫残ってるって言われた。やったー。そして注文したら店員さんからこの冊子をいただきました。こちらから最初のドリンクをお選びくださいと。ドリンクは2時間飲み放題で、ドリンクメニューが書いてありました。こちらが裏面です。右側にこのアフタヌーンティーのメニューが書いてありました。メニューを見ながら紅茶を飲みながら待つこと20分。待ちに待ったアフタヌーンティーが来ました。それがこちら。いやもうマジで見とれましたわ。感動です。見てるだけで楽しいですもん。めちゃめちゃテンション上がりました。こちらは主人が頼んだフルーツサンドです。とても分厚くて食べ応えありそうでした。主人はとても美味しそうに食べてました。1段目のスイーツ、2段目のスイーツ、3段目のスイーツ、どれも美味しそう。今度は反対側から撮ってみました。どんだけ撮るねんって感じなんですけど、ずっと眺めていたい。ではここから2段目と3段目のスイーツを紹介します。まずはスコーン2種、プレーンと柑橘系でした。柑橘ジャムとクロテッドクリームをつけて食べるとめちゃうま。スコーン大好きです。これはカリフラワースープです。優しいカリフラワーの味がしました。これなら野菜嫌いな人でも食べれると思います。こちらはオレンジのパートドフルイ。寒天ゼリーみたいな割と弾力のある食感でした。柚子のミルフィーユです。柚子の味そんなに強くなかったなって思ったんですが、一口でペロリと食べてしまったので、そんな感じだったんだろうと思います。上のデコレーションのお花が可愛いなと思いながら撮ってました。
これはルビーグレープフルーツとシーフードの冷製パスタです。最初デザートかと思って食べたらパスタの味がしたのでちょっとびっくりしました。ショートパスタで平べったいやつでしたね。パストラミとマーマレードのタルトレットです。タルトの中はサラミ系の味でお惣菜タルトでした。マーマレードと一緒に食べても違和感なかったので美味しいんだなと思いました。こちらは2つあったので主人に1つあげました。フィッシュバーガーレモンのコンフィの香りです。可愛らしいミニバーガーで人前でかぶりつくのがあまり抵抗なくていいですよね。これらは手に取った順でご紹介しました。2段目と3段目は影になるので別皿で撮ってみました。そして1段目のスイーツをご紹介します。蜂蜜とオレンジのジュレです。これ冷たくてさっぱりしてて美味しかったです。暑い日にはめちゃうま。グレープフルーツのレアチーズケーキです。個人的にはこれがめちゃめちゃ美味しかったです。すんごい柔らかくてプルプルしてました。実は別撮りしようと思ったら柔らかすぎて見るも無残な状態になってしまいました。オレンジトゥンカロンです。トゥンカロンってマカロンとは違うみたいなんですね。中のクリームがモリモリっとしてて厚みがあるのがトゥンカロンだそうです。ライムムースです。見た通り2層のムースになっていてライムの爽やかな味がしました。ウィークエンドシトロンです。これケーキの名前だったんですね。お恥ずかしながら知りませんでした。最後はグレープフルーツとオレンジのタルトです。一口でペロッと食べてしまいました。ごちそうさまでした。幸せな時間は過ぎるのがとても早いです。たまにはこういう贅沢な時間もあっていいかと思います。こういう時間があるからまた明日からも頑張れます。いかがでしたでしょうか。こちらのアフタヌーンティーは5月31日までの期間限定です。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ちなみにこの日の夕ご飯も外食で餃子の王将のチャーハン定食を食べました。こちらも安くて美味しい。でもちょっと夢から現実に引き戻された感がありましたね。でも私は餃子の王将も大好きや。ということでまたね。